耳ね。正面から見たらこんな感じに描きます。どっちかというと僕はね。まあ横だとまあこのぐらいになるでしょうかね。問題なのは煽り俯瞰とかですよ。これ何かって言ったらね、この耳たぶの厚みみたいなものを僕はこういう風にイメージして描いてます。上から見たらこの上の部分が広く見えるとっていう風に、あくまで立体物がある。でその中で線にしてるっていうのが僕の中でのイメージですね。これをイメージして常に描いてます。これだと思って描いてます。だからねじれてる、ね、だからその上でなんかいろいろとんがってる耳だったりとか丸い耳だったりとかっていうのは当然ながらこの横に書いてあるようなベースの形でいろんな角度で描き分けるっていうことがやっぱり基本になるんですよ結局ね。普通の時の正面のこれが、要するにエルフ耳になったらですよ、これエルフ耳になったらこういうことだよねっていう風に一つ変換ができるんであれば、その応用でこっちもエルフ耳こうなるとね。で煽りだったらちょっとその圧縮具合がちょっと変わってこうなるとっていう風にかぶせてくんだよね。一つね一個土台があったらそこからこのように特徴を足したり引いたりして、そうやって皆さん応用してくださいねっていうようなページなんですここね。でも一つ知ってほしいのは、まず僕がね最初に書いたように一番自分の簡単な形でやっぱりいろんな角度を描き分けられるってことが一番やっぱり大事かなと思います。何でもいいんで一番簡単なデザインでいろんな角度を描けるようになってください。それが一番いい方法だと思います。でそこから情報量をこう中にこういろいろ入れていくのってそんな難しくないんですよ、ね、だから一番基本はやっぱりこれです。で耳かっこ悪くなっちゃう人の特徴、これにつきます。平行要素が多い人、平行っていうのはここがずっと長さが似てる人はこれちょっとかっこよくないですよね。この幅がですねあまりにずっと同じだとっていうのはやっぱかっこよくならないんです。平行単調単純を避けるってやつです、ね、だから耳をどういう風にかっこよく描くんですかって、どの線一本取ってもそうです。なるべく平行にならないところを選ぶ、ね、例えばこうするだけで平行な要素なくなる。でこっちもこうしてこうしたりするともうこれで平行な要素なくなる、ね、ある程度の形を考えた上で平行単調を避けるということです。これ皆さんほっとくとやっぱり平行にしちゃうわけよ。こういうところこういうところね。これ皆さんどんな人でも無意識に似たものを書いてしまうっていうのは本当癖なんですよ人間のこれ、ね、結局は、何事においても結局はこう書いた時にね、今この線と似たような線を上下でやるとこれやっぱダメなんですよ、ね、この線と似たような感じでこういう風に分けるとこれだけであんまかっこよくならないんですね。っていう風に上もあるけど下とだいぶ違う形にするとかね。やっぱり結局これもねいつもの話と同じです。やっぱり見ながら描こう。でただ見ながら描いたとてやっぱうまく描けない。その時に意識したいのが単純化であったり今言ったような平行単調を避けるというような感じで皆さん描いてほしいなと思います。